けましたでしょ。本当は100点のスイングをお届けしないといけないんですけど、はい、自分の調整不足で60点です。どんなところがちなみに芯に当たってなかったです。僕はためが強くなりすぎてしまうので、ためを作りすぎないようにっていうのは意識してます。こう振ってる中でこの時間差を作りすぎない。基本的に振り遅れてチーピンをたまにするんですけども、振り遅れるのはダウンスイングの時にやっぱり僕昔その腰を90度回す、このベルトのバックルこっちに向けるっていうような形でスイングしてたんで、手を置いたままそれやってたんで結構振り遅れてしまう癖が自分の中ではもう身体的についていて、なので自分の中でもやっぱりこのグリップ負荷なんで、シンプルに考えるともうこの矢印もう本当に4方向だけでいいと思うんですけど、下か上か右か左か、なんかこうゲームのコマンドというか方向キーのような感じで、もうシンプルにこの右左だけで、この左のやっぱり行き分かれっていう動作ありますよね。今までYouTube のチャンネル見ていただいて、この行き分かれさえ入れば腕が遅れるっていうことは起こりにくいですし、もちろんフェース面合わせたいと思ってここから手を止めてリバースするようなこういう振り遅れもありえるかもしれませんけど、まずやっぱりこの切り返しのこの方向にしっかり負荷をかけてくる、負荷というかこの矢印にエネルギーをかけてくるっていうのはすごく大事ですけど、結構ほとんどの方がここでトップで手を止めてフェースも固めたままなんかダウンスイング移行しようとしてる、こういう方はかなりやっぱり間に合わない可能性は高いと思いますね。万事休すで入る可能性もありますけど、そこはちょっと難しいかなと。で右左といっても先ほど言った右に力かけると絶対円運動でクラブは上に上がっていくんで、それに対してなんでもう本当本人の意識はシンプルにした方がいいと思うので、右左でも終わってもいいと思いますね。ですね、今ギリギリこのリーディングエッジの下の方に当たったので、はい、僕はですねもうちょっとクラブとやっぱり仲良くしたいなというふうには思うんで、はい、じゃあ今晩は一緒に寝たいと思います。僕これだけちょっとお伝えしたくて、はい、急にですか。本当にこの周期が変わらないと、ね、この運動がベースになると本当に最下点って変わらないんですよ。いきますよ。ここにだんだん足していく足していく足していく、どんだけ足しても別に僕はあんま最下点をコントロールしようとか思ってないんですけど、やっぱ最下点が変わらないっていう。それはなぜ変わらないんですか。でもやっぱ本当にこの持ち上がってないってことだと思うんですよ。そう持ち上がってないからずーっと同じ最下点を通るっていう。そうでも本当にこの周期を変えずにこの運動に対してさっきの骸骨の話じゃないですけど、ここにエネルギーを足していくと、ちゃんと変わらないっていうのはやっぱりすごい感じます。この引っ張るなんていうんですかね、引くっていう引いて引くっていう言葉が勘違いされてる方が結構多いなと思った点が一つあるんで、多分視聴者の中にもいるかもしれないのでお伝えすると、よく引っ張る、引いて引きましょうって言うんですけど、例えば体の動作でいくと、これ今パンチしたとすると、これは右手は押してるんです、プッシュしてる。左手は引いて右手はプッシュ、右手は押してるんです、プッシュしてる。左手は引いて右手はプッシュしてるの、押してる動作っていうのがこの右手の状態なんで、こうやると押し込んでるんじゃないかっていう方がいるんですね。インパクトでこうやってると。でこれは確かに身体的には押してるんですけど、このクラブ観点でやっぱり常に考えてほしいので、クラブの引くというのは重心、このヘッドだったりこの辺りにちょっと重心があるとすると、重心をグリップ側で引っ張ることであるんで、常になんかこういう動作が押してるというふうに思わずに、右手でどんどんこのグリップ側なので、これは引っ張ってますね。これは引っ張ってますし、これはどちらかというともう押してる動作、グリップ部分が動かずに、なのでこう来たとしても、ためが一つあるとしても、これは引っ張ってためができてる、これはためができてます。これはどちらかというともうヘッドを待って押してしまっているようなためなので、静止が出てるとこっちも溜まってるんですけど、これはグリップ側に負荷を与えた結果起こる現象というのを常に考えてほしいので、この本当に道具観点での引く、ここを常にちょっと考えてもらうと、結構その辺が混じってしまうというか、っていうのもあるので、それも一つお伝えしたかった。混ぜるな危険ってやつですね。混ぜるな危険、そうですね。僕はそのプロゴルファーの人に話を聞いたりしても、自分で例えばインパクト後の映像だったりをちょっと一回形作ってしまうと、例えばこう入ってるんですね。インパクト後にリリースといってクラブを解放している映像、ちょっとフェード系とかで少し形は違うとしても、
インパクトがアドレスのままこう向かってるプロっていうのは一人もいなくて、インパクト後にリリースした後にこうはあるかもしれないですけど、なのでみんな基本的には言葉としてはフェースの回線だったりフェースターンだったりリリース動作を行っていると。でも話を聞いたりすると、いや手首使わずに打ってますよとか腰だけで打ってますよとかっていう言葉が出てくるんですね、言葉に。でもそれはなんかこう見た目の絶対的な映像からするとそんなはずないんですけど、なぜそういうコメントが出るかって考えたら、やっぱり子どもの頃からある程度やっぱりゴルフをしていて、この全員の共通する先生っていうのは絶対遠心力、こういうふうに外側にかかっている力に対して結果この重さに負けていくことでリリースされてる。なのでフェースターンしてるっていう感覚もその選手にはほとんどないでしょうし、なのでプロゴルファーと同じ言葉を最終的に選択できるようになったらいいと思いますし、体を使って打ってますよとか。でもまずはやっぱり外側にかかる力に負けてあげることで、ある程度円運動がすごく均一になったりとか、あとはそのほとんどのアマチュアの方レッスンしてるとやっぱりここでのリリース動作がほとんどないというか、握ってしまう動作の方が多いんで、やっぱりここに対して本当に解放していく動きっていうのはやっぱり一番目安にはなるんじゃないかなと思いますし、それがまあ違いだと思います。重さに負けて結果映像が綺麗なプロゴルファーたちと、それを真似しようとして、もしくはプロの言葉をそのまま鵜呑みにしてキープして打ってるとか、まずリリースできていない人がリリースしないようにするともちろんリリースできるはずないですし、なのでそのプロゴルファーの現在地と自分が違うっていうところを認識して、それに対してやっぱり自分の今どういうことでいけばそのリリース動作が入るかなとかになると、やっぱり重さこの辺りに負けてあげるというか、はい、やっぱりもうこう連続素振りとか本当それこそいいと思いますね。はい、そういうとこにはなってくるかなと。このノリはおかしいですね。悟りをまず入れてもうセルフケアできる。もうセルフしつこいって言われセルフケアする。もうちょっとスピリチュアルな話禁止で、とてもそれが悟れないから困ってるねみんな。そうですねはい悟れないから困ってる。悟るお手伝いをさせてもらいます。どうやったら悟れるんですかみたいな。はいそうですね。今日はありがとうございありがとうました。ございました。なかなかすみません、ありがとうございました。ありがとうございました。